早めに信濃町駅へ着きましたので、これから会場へ向かいたいと思います。こちらの方向にあります。まだネクスジのファンは見かけないですね。駅から徒歩6分と聞いていますが、間隔としては10分ぐらい歩いたように思います。久しぶりに向かいました。私は新国立競技場は初めてです。屋台が出ていて、とても賑やかな感じがしました。立派ですよね。すごく大きくってびっくりしました。会場の周りを一周することにしました。ネクスジのグッズがもしかして買えるかもと思ったのですが、すごい列で、しかも並んで買えるかどうかもよく分かっておらず断念しました。7月27日土曜日、この日は東京で熱中症特別警戒アラートが出ておりました。非常に暑い日で最高気温35度ということでしたが、駅を降りて一瞬フラッとなってしまって、慌てて一回トイレに入って落ち着いて、そしてこのロックアイスを買いました。氷の代わりに体につけて体を冷やしたいと思います。夏のイベントは本当に注意しないと熱中症が怖いので気をつけたいと思いました。7月27日土曜日、国立競技場で行われたサッカーの試合でネクスジが2曲オープニングアクトとして披露しました。ライダバイブジャパニーズバージョンとキーポンムービングは初披露になりました。サッカーの試合の方の対戦カードはヴィッセル神戸対トッテナムホットスパー戦でした。感想をお話ししたいと思います。新国立競技場に私が到着したのは4時ぐらいでした。ネクスジのパフォーマンスは6時40分頃からと聞いています。キックオフは7時の予定です。当日券も若干枚売られていたようですが、試合中を見渡しますとほぼ満席に近い状態でした。結構たくさんの人がすでに来ていて、ほとんどの方はグッズ売り場に並んでいるような感じでしたね。こちらトッテナムの応援の紙です。蛇腹にしてハリセンのように使うようです。汗をかいたらもちろんこれですね。アクエリアス。記念撮影をしているファンの方がたくさんいらっしゃいました。こちらは新国立競技場の目の前に立つ三井系のホテルですね。例の疫病の時は安く泊まれることもあったのですが、今は2倍3倍になりました。新国立競技場のモニュメント、金色のポストは全国いろいろなところにあるようですね。QR コードチケットで入場するところです。一番上までエスカレーターで上がります。景色がきれいに見えます。風も通って気持ちが良かったです。初めて見る景色ですね。眺めが素晴らしいです。上から見るのも壮観ですね。国立競技場は新しい方は初めてです。こういう機会がないとなかなか来れなかったかもしれないので、いい機会をもらって嬉しいです。サッカーも思う存分楽しみたいと思います。マナーに違反することなく
サッカーの方も全力応援したいと思ってきました。だんだんと日が暮れてきて、すごくムードがありますね。この夕暮れに変わって日が落ちていく感じもすごく素敵なんですよね。旧国立競技場でその気分を味わってきました。新しいホテルといっても2019年にできたホテルですが、見えますね。本当に目の前です。この時点ではまだネクスティさんらしき人に会ってないですね。どなたがネクスティさんかは全くわからないということもあります。座席に座る方はキックオフが7時なので6時以降6時半からという方もすごく多いように感じました。ファンの方々のサッカーファンの方々の熱量に圧倒されましたね。もちろんいい意味で圧倒されました。すごく素敵な空間にいられて幸せな気持ちになりました。本当に熱狂的なファンというのはこういうことだなと改めて思いました。繰り返しですが、もちろんいい意味です。私スポーツ観戦もすごく好きなので久しぶりだったのですが、スポーツに対する愛情や情熱という気持ちがまた改めて盛り上がってきました。試合もじっくり拝見しましたが、すごくいい試合で本当に良かったです。だんだんと暗くなってきて、いよいよネクスジの登場が近くなったように感じます。新国立競技場でネクスジがパフォーマンスをして2曲歌うと聞いたときは、私は本当にびっくりして、そしてとっても嬉しかったですが、私だけじゃなくネクスティたちはみんなすごく喜んだと思います。もちろんネクスジ君たちはすごく驚いて、そして本当に嬉しかったと思います。いつかこの新国立競技場がネクスティたちでいっぱいになる日が来たらいいなと改めて思いました。だんだん暗くなってきて、いよいよ登場です。大きな試合の前のオープニングアクトに呼んでいただいて本当に光栄なことだと思いましたし、ほとんどの方はその大きな試合を見に来ているサッカーファンということで、私は失礼のないようにどのように振る舞ったらいいかということを考えて行動してきたつもりです。他のネクスティさんたちがどこにいるのかというのがよくわからなかったのですが、問題なく観戦できたのではないかなと思っています。スクリーンにネクスジのことが紹介されています。急に光り始めたのはネクスティたちのライトですね。非常に多くて感動しました。私も頑張りました。私はどこを見て何を撮影するのが正解なのか、あたふたして全くわからないうちにパフォーマンスは終わってしまいました。こういう場合はどうしたらいいんでしょうね。自分の目ではっきり見ておくのがいいのか、でもそんなに大きくは見えないし、スクリーンを見るべきだったのか、撮影しなければよかったのか、正解がわかりません。アドバイスあれば
どなたかよろしくお願いします。皆さんは現地でご覧になりましたか？それともご自宅で生配信でご覧になりましたでしょうか？いやー、本当に良かったですね。キープオンムービングも初めて見ることができましたけれども、すごく良かったですね。振り付けもすごく素敵だし、これからも繰り返し見たいと思います。今回いろいろなことを感じたのでお話しさせていただきます。まず何よりも改めてサッカーって素晴らしいなと思いました。本当に楽しかったです。違うことに興味を持つこと、私は今推し活でネクスジというグループが好きですが、違うことに新たに興味の気持ちを持つことの大事さも思い出しました。もともとスポーツ観戦が好きなので、サッカーも見に行ったことがあります。昔私が小さい頃、父に連れられて行った思い出もありますし、鎌本とかご存知ですかね。昔父が生前サッカーがすごく好きだったんですね。そのことを思い出しました。私自身はもう20年以上前ですかね、中村俊輔選手の出た試合を見に行ったことを思い出しました。ちょっと小声になってしまってすいません。あんまり古い話なものですから。でも本当に楽しかったです。今回の試合を機会にトッテナムってどういうチームなんだろうと改めて検索して調べたり、ファンの方が着ているユニフォームでヴィッセル神戸のスポンサーはあのケーキ屋さんなんだ、私の大好きなケーキ屋さんだったんだと分かったり、知らないことを知ることは楽しいことです。同様にたくさんのサッカーファンの中から少しでもネクスジに興味を持って関心を抱いていただけると嬉しいなと思いました。サッカー観戦とネクスジのパフォーマンスを十分楽しんだ私ですが、本当はグッズを買ったりラーメン屋さんに行ったりいろいろ計画していたことがあります。でもできませんでした。本当に暑い日で駅に着いた時に少しフラフラしてしまって、なんとか会場にたどり着いてなんとか見ることができましたけれども、今年の暑さは異常なので、あまりスケジュール過度にならないように気をつけなければならないと思いました。いよいよネクスジのショーケースが週末から始まります。私は福岡まで行って土曜日と日曜日2公演見たいと思います。その前にいろいろ計画していろんなところを巡ってみるつもりでしたが、あまり無理せず、とにかくまずはショーケースを楽しむということを念頭に置いて、無理しないスケジュールにしたいと思いました。皆さんも暑さには十分気をつけてください。福岡の公演については1日目が終わった時点か2日目が終わった時点か、またはもう少ししてからか、何らかのタイミングで皆さんと感想会をしたいと考えております。よければチャンネル登録、お知らせのベルを押してお待ちいただけるとありがたいです。突然始めてしまったらすみません。よろしくお願いします。